つ、家族だけじゃなくていろんな人をこうついこうここに来てほしいっていうついつい言ってしまって。お料理真の僕も大体2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいは行くようにしてるんですけど、やっぱそのたびにメニューが変わるんで、その四季折々のお料理をで、しかもすごい手が込んでるお料理で、店主さんは有馬のねこう旅館とかで修行されてた方なんで、やっぱお料理もやっぱしっかりしてるんですよね。お値段がやっぱ新地やったら多分これ3万とってもええんちゃうっていうぐらいの料理がやっぱ1万ぐらいで食べれるんで、お腹もいっぱいになるし、でお酒も日本酒結構美味しいのいっぱい出てるし、結構ファンですね。わかります？これね、こごみという山菜なんですけど、春の山菜でちょっとこうねっとりした食感があって、こう苦さがあって、そうですね、基本的にはもう全部一気に変わりますね。中にはデザートがちょっとこう季節、シーズンごとに変わったりとかがあるんですけど、極力全部毎月変わるようにはしてますね。なるべくこう変化がある方がやっぱり楽しめると、なんかね、今5年目なんですけど、季節ごとに1品ずつぐらい固まってきたかなっていう感じで、でも変えちゃうんですけどね、結局なんか同じのできないんで、僕が飽きちゃうんでそう唯一コースの中の8寸の中に少しだけお肉が入るんですけど、それがね、今ちょっと低温調理してまして、切り分けて、で真空にして大体57度で1時間ぐらいちょっと低温に調理したものです。ももトロといって赤身でありサシもちょっと入ってるような、あとは表面だけちょっと火を入れるっていう感じで、中はもう本当にちょっとレアな感じですね。極力ちょっと味は入れない感じ、これがね、つけだれで、お醤油、お酒とか、あとはちょっと牛の油だったりとか、にんにく、生姜なんかが入ったものですね。焼いたものをここに本当に少し2時間ほどですかね、つぎ込んで、聞いてるだけで美味しそうですね。言うてるだけで美味しそうです今年41なんですけど、そうですか。少しずつやっぱりお肉は減ってきてます。量が減ってきましたね年齢重ねるにつれて作っていくコースのやっぱり内容も少しずつ変わってきてるような感じがありますね。ちょっと営業直前まで漬け込んでいきます。
日はお作り3皿3種類ご用意してるんですけども、赤身は今日は青森県産のひっさげマグロっていうのと、長崎のこれはハタですね、とあとは、これは舞鶴のブリですね。この脱水でできるシートなんですけど、脱水のシート自体は一晩ぐらいなんですかね、つけとくとちょっとこう水分も程よく抜けて、あとはもう何もせず乾燥で熟成させてるんですけど、程よく水分を抜けて、うまみが凝縮するといいますかね。青森県産のひっさげマグロですね。トロマグロなんですけど、ちょっと小ぶりなトロマグロになりますね。今日のはね、結構サイズ大きかったんで、本当に辛みは本マグロのような感じですね。さっきのシートで巻いていたのは、あくまでも外側、皮側の水分を、余分な水分を抜いてて、お作りする時の右側にも水分がやっぱあるんで、それでもね、ちょっと味がぼやけると言いますか、なので臭みもありますので、ちょっとだけ表面の水分を抜くために塩を当てる感じですかね。仕上がりが変わってくるので、お酒飲むお客さんめちゃめちゃ多いんで、お刺身お作りも、なんていうんですか、お醤油お塩だけとかじゃなくて、ちょっとソースを変えてあげたりとか、いろいろなんていうんですかね、味の変化をつけるんで、それだけでもお酒が飲める、ソースだけでもお酒飲めるみたいな。カヌレが好きでというか、そこのカヌレを食べてもそこからちょっとハマってしまいました。そうです。仕上げで発酵バターをちょっとだけ甘じょっぱい感じ。うちで使ってるお米もこの花区にあるお米屋さんでブレンドしていただいているもので、うちは炊き込みのご飯が当時の締めで多いので、新米だけどどうしても水分が多いので、炊き込みご飯にちょっと具が入っているとちょっと若干炊き上がりがべちゃっといっちゃったりとか多いので、その辺をお米屋さんといろいろご相談しながら。で僕はもともと出身淡路島なんですけど、その淡路島で、おばあちゃんが居酒屋さんとその親戚はすぐ近く、垂水兵庫県、あの辺でお寿司屋さんやられたりとか、なんかね小さい頃からそういう身近な環境に料理とか飲食の仕事やってる方が多かったんで、
なんか気づいたらもうそういう方向に進んでましたね。高校もねそういう飲食料理人調理師免許の取れる高校に行ったりとか、で高校がね有馬温泉とすごくこう親密につながってるその調理師科のある学校やったんで、なんか卒業したらそこの有馬温泉に入って修行するっていうのがもう決まってたんです。で有馬温泉の旅館で7年ほどですかね、お世話になって、でその時の修行先の先輩、有馬温泉の先輩が大阪でちょっと独立するのに、手伝ってくれないかっていうので、最初大阪に来ました。これねちょっとおだしとお酢を合わせたものですね。三杯酢みたいな感じなんですけど、こう茶ぶりって言ってこうくぐらせて、そこから酢につけてあるんですけども、YouTube とかネット見れば何もでも出てくるんですけど、やっぱり当時はもう先輩にね教えていただくしかなかったんで、そういう時に書いたメモ帳とかね今でもやっぱりたまに見返して、これまた新しい発見があるんです。そうなんですよ。今やってみると全然そうじゃない方法でも成功法ってたくさんあるんですけど、その時はもうそれしかなかったんで、今はそういうのを見返しながら、じゃあこういうのできるのかなとかっていう新しいアイデアを出すきっかけになりますしね。みかんとかを合わせたお酢のものからスタートですね。たまたまという品種の新みかんで、そのままでもね生でももちろん食べれるんですけど、軽く火を入れてあげるとより蜜が出てね美味しくなって、こうちょっと蜜が出てるんですけどね、これだけでも美味しい。そういう蜜です。はい。こうねベタ漬けに味噌漬けにしたものなんですけど、お酒だったりとかで伸ばして色良くなってるんですけど、これもね本当お酒のあてで、実はねこの焼き物はサワラが、メインで、シャリ用のご飯ですね。ちょっと固めに炊いてあるんですけど、ちょっと油の多い部分を今日は巻くんで、この時は赤酢をちょっと合わせてますね。お寿司も結構毎月ネタは変わるんですけど、これからはアジとかですかね。あとあん肝をねちょっと仕込んで、これが北海道産のあん肝なんですけども、ちょっと低温調理で少し炊いてあるものですね。冬場の人気商品で、このあん肝をちょっともなかにするんですけど、それがねすごく冬の時期はお酒にもってこいなんで、いぶりがっこに合わせるとよりちょっと濃厚なクリーミー感も、いぶりがっこもねちょっと香りと塩気がある。冬の間は結構出てますね、毎月。お魚屋さんが生でも食べれるあん肝をちょっと探してくれて、火を入れすぎるとねこれがパサパサになっちゃうんですけど、低温だとね少しこのしっとりとした質感になって、クリームチーズですね。最後にもいぶりがっこ刻んだやつですね、ちょっとだけ軽く混ぜる。今冷蔵庫でちょっと休ませると少しチーズが凝固して硬くなってくるんで、本物先に練習法で8寸ワンダネなんですけど、ハマグリの新庄です。
空気を抜きながらちょっと手まりという、これを1回蒸して使います。シーズン中はカニのねコロッケ出してるんですけど、お酒好きな方よくいらっしゃるので、まああんまりこうねどこでも置いてあるお酒ってあれですけど、よりもなんかちょっとこう変わった初めてね手に取ってもらえたらいいお酒があったりします小さい蔵を応援してるので、ああ、なるほどなるほど。すごい流通が上手なポピュラーなお酒よりも、自分たちが飲んで美味しいと思ったお酒を置いてるようにしてます。で、中でも冷蔵庫の上にあるのは奥様私が美味しいと思った幅を利かせてる扱いのお酒本当はもっとあるんですけど、さすがにちょっと上の方が増えてきたらまずいんでちょっと減らして。そうなんです。もう上が溢れそうで炊き出してスープが出たすっぽんですね。まだ骨がある状態なんで外して、で、まあ、ミンチにして茶碗蒸しのワンダデンスープ、でこのスープはスープでまた卵と合わせて茶事って言って茶碗蒸しの固める地にする。ちょっとあんをあるんですけど、そのあんですね、すっぽんのお出汁とかつおだしを割ったあんで、メインは北海道の利尻の昆布を使ってるんですけど、まあ、炊き込みご飯のベースですね。この一番だしを使った和物が多いんですけど、季節によっては、まあ、この時期は特にそうなんですけど、ハマグリのお出汁だったりとか、あとはお正月なんかはちょっと白味噌を効かした、ちょっとお雑煮っぽいのだったりとか、いろいろちょっと変えてるんですけど、の原型のすっぽんから骨を外したものと、あとは焼いたおネギだったりとか、お餅が入ってますね。とっくりなんですけど、全部ね、うちの奥さんの手書きなんですよ。しのさんはお料理する上で何を一番大事にされてるんですか？素材も技術も大事なんですけど、ね、素材が良くても技術がなければ活かせられないですしね、それが年々変わってきた感じはありますね。なんかもっと若い頃は技術でその素材を深掘りそんなにしなかったような気がするんですけど、こうやって自分でやるようになってからは素材の生かし方を勉強したりとか、どういう土地でどうやって育ったのかとか、野菜にしてもそうですし、なんかそういうのを考えながら作るとまた料理の幅が広がるような気がしてきています。これもそうですね、同じきゅうりでも産地によって水分量の多いところとそうじゃないところでも出来上がりの料理がまた変わってくる。そのままでもふんわりと美味しいんですけど、ちょっと揚げてあげるとね、パリふわになってお出汁も非常に旬で美味しくなりますね。
ラジオがもともと好きで、もう10年以上聞いてるんかな。毎日病気になるぐらい聞いてるYouTube とかもずっと見てる、かまいたちさんのとにかくファンで、来てほしいな。濱家さんも料理お上手ですよね、自分でされてなんかね、ね。やりますよね。のんべえですしね。で、グルメやし、しのさんぴったりじゃないですか、じゃあ。ね、お店来ていただいたら。ね、来てもらったらね。でもほんまちょっとなってでなんか3、4時間ぐらい飲まれるらしいから、うち来たの帰られへんな朝までいてはるかもしれない。だから妄想しながらいつか来てほしいな。美味しそうですね。ほぼ未定休と近いです。どっちがやってます？まあまあでも。来年も絶対お願い。いやいや。ほんまに地面つけます舞台上のことで、舞台。お待たせいたしました。ちょっと熱いんでお気をつけてお召し上がりください。本日は、長崎島原のこちらすっぽんの生締め茶碗蒸しと申します。中の方にはですね、すっぽんとほぐしたすっぽんの身とですね、丸餅、あとは焼いたラメギが入ってございます。上のあんがですね、こちらすっぽんのスープとですね、ご一緒に、浅漬けのおネギですとか生姜が入ったあんになりまして、真ん中にはこれすっぽんの卵をですね、醤油漬けにしてちょっと添えてますので、その方ご一緒にどうぞお召し上がりくださいませ。あれ1本だけでさ、結構ちょうどいいからさ、こうやってと酢の物でございます。今日はですね、三重県産の赤生ホというですね、金柑、今日は宮崎の蒲田の金柑のですね、非常に甘みのある金柑と、ストマトときゅうりの醤油漬けが入った酢の物ですね。上の緑のソースがきゅうりときゅうりのちょっとね、ソース、酸味のあるソースと酸味の醤油になってますね。混ぜていただいてお召し上がりください。恋愛といぶりがっこのお腹です。これ分かる。
そう来たわけね。たけのこの方は種はこちらの島の活動になりますね。毎年2月の3日から4日の間にかけて一晩かけて絞られた。ありがとう。すごいですね。なんかこんなに褒めていただいてる声が。今日の8寸でございますが、上のガラスの器の方からですね、ひとまずご一緒にお召し上がりください。はい、お待たせしました。今日はお木さんです。長崎県産の旗のお薬でございます。ちょっと寝かした熟成の旗とですね、生の花を下の方にしておりますので、旗と生の花を巻いていただいて、それのこちら佃煮で昆布のですね、昆布のあとはちょっと茶葉を合わせた昆布茶のような感じでお作りでございますね。下には菜の花をちょっと敷いてるんですけれども、上からですね、こちらわさびオイルと、あとはちょっと塩昆布とですね、茶葉をお茶ですね、かけてますので、そうめんに落とされて。旗もね、大きさ自体はそんな大きく、まあ8キロぐらいの旗やったんですけど、はい、8キロのお味。田村先生に言われたら
青森県産のですね、引っ提げマグロのこちらお作りでございます。上にはですね、こちらちょっとなめたけ醤油とですね、生のわさびを添えておりますので、絡めながらご一緒にお召し上がりください。お作り最後ですね、こちら京都舞鶴の天然のブリでございます。サワラは今が一番美味しい。すごい年返し目。今日の焼き物はですね、明石のこちらサワラで、浦漁港のサワラの西京焼きと、手前の静岡のエビ芋ですね、一度お出汁で炊いたエビ芋の唐揚げに、和の花の味噌ですね、こちらを使った田楽焼きになっておりますので、しながらご一緒にお召し上がりください。あれで信用しよう。超天然やる。信用しかない。オッケー、ぐるぐるだっけ。いや、一番好きなのは、あれが一番好き。どっちかというと、何でしてきた。
ね、お食事前に揚げ物でございます。今日はですね、こちら、駿河産の桜エビのコロッケ、エビのすり流しですね。上にはチラーチーズ、あとは少し塩気がですね。外が見える。オイルなんだ。一番元気はつらつ。長えか。食事はですね、兵庫県産の初物のホタルイカとですね、真ん中はですね、こちら京都の万願寺ししとうと、あとはべったら漬けです。あとはべったら漬けです。もうちょっと広オープンの時から毎月とさせていただいてて、もうこの時間を作るのがやっぱりすごい楽しみなんですよね。なんか旬の食材であったり、ちょっと先の食材であったり、なんかそういうことに気づくことができますし、こう旅行しなくてもここに来ることでご褒美になってくる、そんな感じがあります。茶碗蒸し系が好きなので、今日も茶碗蒸しが最初に出てきたんですけど、やっぱりそれを一口最初に食べるとすごいやっぱここに来たなっていう感じがするので、すごいいろんな季節の味を茶碗蒸しでこうなんか出していただけるのがすごい好きですね。はいはい。私は何でしょう、なんかこうおにぎりでこう握っていただくことが割と多いんですけれども、こう翌朝冷蔵庫にそれが入ってて、でそれをこう食べれるっていうか、やっぱりこう幸せではありますよね。ありがとうございます。はい、またゆっくりとお待ちしております。お気をつけて。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。しのさんにとってここは特別だと、ここは名店だと思われるお店をご紹介していただきたいんですけども。なんか僕たちが2人でよく行くことはあるんですけど、特別な日によく行くのは西天満にあるトサラさん、イタリアンと和食のこのイノベーション的な料理なんですけど、もともとその私と同じ淡路島のシェフのオーナーがやられてるお店で、もう重の皿とか来るだけあって、もう皿も全部素敵で、それももちろんすごく刺激になりますし、なんかお料理のアプローチも和の技法を使った和の食材を使ったイタリアンっていう感じなんで、すごいね、それも勉強刺激になりますし、でうちみたいなオープンキッチンで結構中もその雰囲気も味わえますし、なんかね、いろんな面で行くとちょっと頑張ろうっていう気になるお店ですね、そちら。あとは先ほど出したカヌレを最初すごい感動したのが、東三国にあるフレンチのお店で、オルタンシアビストロさん。フレンチっていうとすごいちょっと構えちゃうんですけど、すごくこう身近に感じるフレンチというか、手の届きやすいフレンチ、お料理のお値段とかじゃなくてお料理の距離感というか、食材もこう見たことある食材やったりとか、でもなんかその一皿の中にちょっとジビエがこうしっかりこう主役であったりとか、勉強になります、刺激になったお店ですね。シェフの川端さんもすごく気さくな方で、こうお話何でも聞いたら教えてくださる方で、
僕もカヌレやってるのはまだ言ってないんですけど来週にしてください、はいまあ、近くで行くともうこの天満でも昔から60年ぐらいやってるのが万作さんって黒うさぎさんのすぐ並びにあるんですけど、かなり老舗の焼き鳥屋さんで家族で経営されてるんですけど、まあ焼き鳥ももちろんすごく美味しくって、でなんかそのお店の雰囲気が好きかな僕でも、あの雰囲気が好きでよく2人で行ったりしますね、鶏刺しは絶対頼むね。肝刺し、新鮮肝刺しと、もともと最初はカレー屋さんやってはって、そこのねカレーがねあるんですよ。その締めに締めカレー焼き鳥屋さんで美味しいんですよ。ドライカレーがめっちゃ美味しくて、それも絶対食べちゃうんで、もう必ずね、注文通ってから大将がカレー作り出あ、して、そうなんですか。それがね美味しくてよく行きますね。まあ5年とりあえず一区切りという感じはあるんですけど、いろんなジャンルのお客様をお迎えしたいなと思うので、いつか奥さんのお店っていうのを、これから先ちょっとできるような体制を作っていきたいなっていうのはありますかね。まあ、このお店はこのお店で変化をしながら、ちょっと頑張って続けてっていうところですかね。でさらにそこにも奥さんのね思いを乗っけたお店をもう一店舗とかっていうのはちょっと考えたりしますね。